人が宇宙にスペースコロニーという名の島を浮かべ200年の時が流れた。その中でいくつかの戦争が起こった。それは青き水の星を守るための戦いだった。星々の瞬きの中で人は憎しみ傷つき倒れ、だが愛することも忘れなかった。多くの血が流れ、多くの悲しみが生まれた。死んでいった者たちの魂が宇宙の獅子間をさまよい、光となって銀河に溶け込んでいく。広大無辺な宇宙はすべての人の思いを飲み込み、悠久の時を刻み続ける。水の星が輝きを失い、人々の祈りが嘆きの吐息に変わるとき、一つの魂が時を超えた。それは人が目覚める先駆けであったかもしれない。悲しみで綴られたヒストリー。アフラン・シャー率いるメタトロンはスペースマハの地球逆移民計画を阻止すべく出撃した。地球に戻ったアフラン氏の前に立ちふさがったのはウルーリアンだった。ウルはサイコミシステムを使ってマンマシーンの性能を極限まで高め、ガイアギアに挑みかかる。アフラン氏は敗北し、クリシュナはウルの手に落ちた。さらに追い打ちをかけるような知らせが。マハがクーデターを起こし、地球連邦政府の首都を制圧したというのだ。メタトロンに衝撃が走った。メスは聞いた？マハのクーデターのこと。ああ。もしクーデターが成功したら地球連邦政府はどうなっちまうんだろう。俺たちの心配することじゃねえよ。そりゃそうだけどさ。ねえ、見てみろよあいつら。こっちの旗色が悪くなったと思ったらもう逃げ出す相談してやがる。メタトロンの活動家が聞いて呆れるぜ。おい貴様、今なんて言った？聞こえたのか？ユーロメタトロンは腰抜けどもの集まりだって言ったのさ。なんだと？貴様クロス安全部隊を侮辱するつもりだ。クロス安全部隊ね。そういえばさっき脱走した奴らも確かそんな名前の部隊に所属してたっけ。敵がちょっとばかり強いからって尻尾巻いて逃げちまう。そんな根性なしはこのメッサーメット様に文句つける資格なんかねえんだよ。どうなんだよおい、なんとか言ってみろ。脱走した兵隊はもはや栄光あるメタトロンの一員ではない。我らクロス安全部隊は二度とあのような裏切り者は出さん。大見え切ってくれちゃって、その言葉忘れるなよ。おい、まだいつまで休憩してるんだ。さっさと持ち場に戻れ。でさ、どうした？喧嘩でもしたのか？いや、ちょっと奴らに気合い入れてやったのさ。あ？これであの連中意地でも逃げ出さねえだろうよ。メッサ、あんたわざと喧嘩ふっかけたのかい？さーて、腹いっぱい食った後は仕事だ仕事。早くマンマシンデッキに戻らねえとジョーに怒鳴られちまうからな。メッサ、どうしたんだあいつ。メッサ、やっとやる気出してくれたんだね。あんたやっぱりただのチンピラじゃないよ。船長、マザーメタトロンからの暗号通信解読終わりました。クーデターについての情報です。読んでみろ。はい。マザーメタトロンがヌーボパリ経由で入手した情報によると、スペースマハの主力艦隊は地球連邦政府を表敬訪問するという名目でヌーボパリに入り、
クーデターを勃発させた。地球連邦政府のスタッフはマハの厳重な監視下に置かれているが、市内では警察を呼び連邦軍とマハとの小競り合いが続き、なお事態は流動的である。以上です。クーデターはまだ成功したわけじゃないんだな。でもその情報は何時間も前のものよ。今どうなっているかわからないわ。おいミシェル、マザーメタトロンは支援部隊について何か言ってこなかったのか？はい、何も。何？そうか。パリッシュテッドが何考えてるんだ。こっちがどんな状態なのか全く分かってないんだからな。僕たちはダーゴル大佐に利用されたんだ。どういうことだ？ダーゴル大佐はマハが地球に降りるという情報を流し、メタトロンを地球に引きずり込んだ。当然のことだが、地球連邦政府はメタトロンの動きに神経質になる。その間にマハは自由に動き回り、連邦政府にクーデターを仕掛けたというの？ダーゴル大佐が地球に降りるという意味がようやく分かったよ。もっと早く気づくべきだった。アフランシ、これからどうするつもり？マハのクーデターで地球連邦政府は今混乱している。撤退するチャンスだが、宇宙に戻る手段はない。そうね。香港のメタトロン組織は壊滅してしまったし、ユーロメタトロンも頼りにならないわ。つまり戦うしかないってわけか。そういうことさ。マハのクーデターがどういう結果に終わろうと、僕たちが地球連邦政府の敵であることに変わりはないんだ。マザーメタトロンに命令して衛星軌道上からヌーボパリにミサイル攻撃させるってのはどうだ？ミサイル攻撃？ああ、今マハの主力艦隊はヌーボパリに集結してるだろう。効果的な攻撃になるぞ。船長、それいい考えですよ。地球連邦政府のお偉方もまとめて始末できるじゃないですか。アフランシ、どう？ダメだ。そんなことはできない。ヌーボパリを壊滅させるだけのミサイルを降らせれば、ヨーロッパ地区はどうなる？汚染されていない森も焼き払われてしまうだろう。そんな環境汚染に手を貸すような攻撃をするわけにはいかない。それをすればメタトロンの大義は失われてしまう。そうか。そうだな。いや、すまん。今の提案は取り消す。アフランシには何か考えがあるの？船長が言った通り、マハの主力艦隊は今ヌーボパリに集結している。だからクーデター騒ぎが落ち着く前にマンマシンを使ってヌーボパリに奇襲攻撃を仕掛ける。マンマシンで奇襲攻撃？無茶な作戦だってことは承知してる。でもこのまま状況を見守っていても何もならない。一気に勝負をかけようってわけか。ミシェル、マザーメタトロンとはいつ連絡が取れる？6時間後にまたヨーロッパの上空に来る。その時に15分間だけレーザー通信できる。その後はまた6時間後だ。ということは、次に連絡が取れた時、こちらの作戦を伝えれば、それから6時間後にマザーメタトロンは支援部隊を地球に下ろせるということだな。まあ計算ではそうなるが、上の連中がやってくれるかな。僕たちを見殺しにするようなことはないだろう。パリッシュ提督を信じるしかない。うん、そうだな。少しぐらい無茶やらんとマザーメタトロンの連中は動かんかもしれん。いいだろう、やってみよう。エバリー、ダメか。ニュータイプの能力といっても、こんな時にエバリーやクリシュナを感じることはできないんだな。アフランシ、入るわよ。食堂からサンドイッチとコーヒーをもらってきたわ。ろくに食事もしてないんでしょ。ありがとう。でも食欲がないんだ。ダメよ、食べなさい。食べないと元気が出ないわ。みんながあなたの顔色を伺っているのよ。たとえ演技でも凛々しく振る舞う必要があるわ。それがメタトロンのリーダーとしての役割なのかい？そうよ。じゃあ無理してでも胃に流し込もう。アフランシ、ヌーボパリをミサイル攻撃すること、戦略的には間違っていないと思うわ。でもそれをやればメタトロンの大義名分は失われる。いえ、そんなことより地球を大切に思うあなたの気持ちが私には嬉しかった。そんなことは当たり前だよ。
僕は地球の豊かな自然に囲まれて育ったんだ。誰よりも地球を大切に思ってる。でもメタトロンの理想が実現したら、僕は一生スペースコロニーで暮らすことになるんだな。それが辛い？いや、地球の自然がダメになってしまうことの方が僕にはよっぽど辛いことだ。そうね。みんなこの地球を何とかしたいと思って頑張ってるんですものね。さあ、話をこれぐらいにしましょう。食事の後シャワーでも浴びるといいわ。しばらく休みなさい。休むのも仕事のうちよ。ミランダ。いや何でもない。じゃあまた後で。エバリーのことは僕の個人的な問題だ。ミランダに言っても仕方ない。エバリーがダーゴル大佐のもとにいる。ウルは僕を惑わすために嘘をついたんだろうか。いや、エバリーが行方不明だということをウルは知らなかったはずだ。やはり本当のことなのか。エバリー、君を助けに行きたい。でも僕にはメタトロンのリーダーとしての責任がある。分かってくれ、エバリー。メタトロンの行方はまだ分からんのか。はい、どこかの森の中に潜んでいると思われます。索敵を怠るなよ。奴ら逆襲してくるかもしれんぞ。その時は少尉のブロンテクスターで返り討ちにしてください。任せておけ。ウル、あまりメタトロンを甘く見ない方がいいわよ。ご忠告ありがとう。マッハがクーデターを起こしたって話、本当なの？誰に聞いた？あなたの部下はみんな大騒ぎしてたわ。聞きたくなくても耳に入るわよ。地球連邦政府の首都ヌーボパリはマハが制圧した。今頃メタトロンは大慌てだろうな。初めからクーデターを起こすつもりだったのね。地球逆移民は地球に降りるための口実に過ぎなかったんだわ。それは違うな。クーデターを起こして地球連邦政府の実権を握り、無能な政治家や官僚を粛清する。それから地球逆移民を開始するというのがダーゴル大佐の計画だ。その計画のために大佐は自らがおとりになってメタトロンを地球に下ろした。クーデターの気配を悟られないためにな。すごいのね、ダーゴル大佐って。そうさ、前にも言っただろ。大佐は俺の目標なんだ。永遠に目標で終わるわね。何？だってあなた決してダーゴル大佐を追い越せないもの。あなたは自分の能力に限界を感じていたのよ。だからサイコミシステムに手を出した。でもサイコミを使ったせいであなたの神経は焼き切れる寸前のはずよ。ダーゴル大佐を追い越すどころか肩を並べることもできはしないわ。グル、あなたひどく卑屈になったわ。世界を手に入れると言っていたあなたはどこに行ってしまったの？俺が卑屈だって？私あなたを憐れんでるのよ。サイコミに頼らなくちゃアフランシに勝てないかわいそうなあなたをね。クリシュナ、俺を挑発してるつもりか？さあ、どうでしょう。今の俺はサイコミ抜きでもアフランシに勝てるさ。じゃあ使わないって約束して。そうか、それが君の本音か。そんなにアフランシを助けたいのか？ええ、それもあるわ。あなたが心配なのよ、ウル。
サイコミを使い続ければいずれはその反動が来るわ。廃人になってもいいの？俺のこと気遣ってくれるのか。本当は俺なんか死んだ方がいいと思ってるんだ。ウル。俺は自分がどうなってもいいんだ。覚悟はしている。やめて。私そんなあなたの姿見たくない。クリシュナ、その言葉信じていいのか？ええ。そうか。じゃあサイコミシステムは封印して戦おう。だがその代わり君は俺のものになってくれ。力ずくで君を自分のものにするチャンスはいくらでもあった。でも俺は何もしなかった。君の気持ちを尊重したかったからだ。嫌だと言ったらサイコミを使うの？君の愛が得られないのならばアフランシと差し違えて死んでもいい。私を困らせないで。船長、ヌーボーパリの抵抗組織とは連絡が取れないのか？ああ、ラジオ放送も途切れたままだ。市内がどうなってるのか全くわからん。そうか。しかし出撃前にガイアギアが直せてよかったな。ユニット交換して 80% の装甲が新品だった。いや、それよりもすごいのは何といってもファンネルの装着だな。僕に使いこなせるだろうか？心配するな。ファンネルはニュータイプのために作られた兵器だ。まだテスト段階のものだがエアフォースに積んどいてよかったよ。これで赤い彗星は復活する。僕もそう思いたいな。おい整備兵、ビームライフルのエネルギーパックが足りねえんだよ。頑張ってるじゃないか。秋から言ってるだろ。おう、なんだかわからんが急に張り切り出したんだ。いや理由はわかるよ。メッサーはウルに落とし前をつけたいのさ。おお、メッサーらしいな。しかしそれでやる気になってくれるのならこっちも助かる。マドラ船長、ヌーボパリを攻撃すれば捕虜になっているクリシュナはどうなるんです？クリシュナもあそこにいるんでしょう？ジョー、お前の気持ちはわかるが作戦行動中だ。クリシュナのことは忘れろ。クリシュナが捕まっている戦艦を撃破するかもしれないんですよ。仕方ない。それが戦争というものだ。アフランシー、お前はどう思ってるんだ？今度の作戦はビジャンダーゴルを叩くのが目的だ。クリシュナを助け出すために人手は避けない。冷たいんだな。ジョー、そういう言い方はよせ。いいんだ船長。ジョー、みんな口には出さないがクリシュナのことは気にしている。だけどどうしようもないんだ。彼女に運があれば生き延びる。そう思うしかないだろう。分かったよ。ジョースレン、持ち場に戻ります。困ったもんだな。ジョーのやつ一本気なところがあるからな。無茶しないように後でよく言い聞かせておくよ。ああ、頼む。おいアフランシー、ガイアギアのコックピットに乗ってくれ。分かった。アフランシー、聞こえるか？ああ、ケラン、エンジンの吹き上がりはいいな。そりゃそうさ。整備兵が徹夜で頑張ったんだ。さあレシーバーをつけろ。サイコミのレベルをチューニングするぞ。分かった。アフランシー、頭は痛くないか？大丈夫だ。ガイアギアに積み込んだファンネルはブロンテクスターとよく似たタイプだ。性能面で引けは取らないぜ。ファンネルの発射装置は？そんなものありゃしないよ。お前が頭の中で発射しろと念じればファンネルは勝手に飛び出していくんだ。ビームを発射する時も同じだ。ウルもそうやってファンネルを操っていたのか？そうさ。だが普通の人間にできることじゃない。だから奴はサイコミシステムを使って自分の力を高めた。おそらく限界近くまでな。限界を超えると自分の身を滅ぼしてしまうんだな。そういうことだ。マドラス船長、アフランシーガイアギアの中かい？ああ、
ガイアギアは新兵器を取り付けたんだろ。ファンネルだっけ。新型のミサイルなのかい？いや、脳波でコントロールするビーム兵器だ。小さなミサイルのような形をしていて、バーニアを使って自由に飛び回る。電波で誘導するわけじゃないからミノフスキー粒子の影響を受けないんだ。そのミノフスキー粒子っていまいちわからないんだよね。なんだ、パイロットの訓練の時に教わらなかったのか。聞いたような気がするけど居眠りしてたから。レイ、お前それでよく今まで生き延びてきたな。悪かったね。ミノフスキー粒子ってのはな、あらゆる電波を反射したり吸収したりする微粒子なんだ。こいつをまき散らすと艦隊同士がミサイル攻撃したりビーム砲で撃ち合ってもあまり効果がない。どうしてさ？電波状態が悪いからレーダーは使えないし、ミサイルを無線でコントロールすることもできないだろう。そうか。まあそこでマンマシンの出番というわけだ。マンマシンのパイロットは自分の目で見て判断し行動する。レーダーは単なる付属機器に過ぎん。なるほどね。お、アフラシ、サイコミの調整終わったのか？ああ。お疲れさん。ガイアギアの調子はどう？すっかり元に戻ったよ。これでいつでも戦える。あ、ケラン、ありがとう。いや、多分いけると思うが、使ってみて変なようなら言ってくれ。すぐ調整し直すぜ。あ、よろしく頼む。アフランシ、ウルが出てきたら戦いを長引かせろよ。奴はかなり高いレベルのサイコミを使ってる。そう長い時間は持たないはずだ。逆に言えばウルは短い時間で勝負を決めたいということだな。そうだ、奴の思い通りにさせるなよ。私たちが最初にウルと戦えばいいんだろ。1分でも長く奴を引きつけてやるよ。気持ちはありがたいが、ウルは僕に任せてくれ。この前やられた落とし前をつけたいのさ。落とし前ね。エアフォースファーストはヌーボパリの戦闘区域に突入した。総員、第一戦闘配備に移行せよ。繰り返す。よし、総員、マンマシン部隊発進準備だ。了解。頼んだぞ。任せな。ミシェル、状況はどうだ？今パリ湖の上空です。ミノフスキー粒子の濃度から言って敵のレーダーに引っかかる恐れはありません。日の出まであと1時間か。予定通りだな。マドラス船長、聞こえるか？なんだ？マザーメタトロンと連絡が取れたのか？いや、まだだ。向こうから何も言ってこない。そうか、支援部隊は降りてこないんだな。そう思った方がいいな。どうするアフランシー？攻撃を中止し警察に切り替えるか？いや、予定通りやる。ワンマシン部隊発進します。なんだろう、ビジャンダーゴルのプレッシャーを感じない。妙だな。アフランシー、サイコミの具合はどうだ？ああ、全然違和感がない。マシンと自分が一つになったような気がする。そりゃいい。その調子で行こうぜ。おい、アフランシー、パリ湖を越えたぞ。あれがヌーボパリかい？間もなくヌーボパリの制空権に入る。前期警戒を怠るな。了解。やはり何も感じない。ウルのあのプレッシャーも感じない。どういうことだ？ヌーボパリに一体何が起こったんだ？アフランシー、マハの奴らどうして出てこねえんだ？みんな眠ってるんじゃねえのか？そんなバカなことあるか？状況はわからないが、予定通りヌーボパリ市内に突入する。ケランはメッサーとレイを連れて左翼から侵入しろ。ガイアス部隊は右翼に回れ。僕とジョーは正面から突っ込む。行くぞ。おい、アフランシー、早すぎるぞ。危険だ。大丈夫だ。この近くに敵はいない。ジョー、あそこの広場に着陸しよう。石堂前広場か。アフランシー、油断するな。見ろよ、アフランシー。
砲撃を受けたみたいだ。市内でマハと連邦軍が戦ったんだろう。ほらあそこ、損傷したマンマシンが捨てられている。あれは連邦軍のガウスだ。クーデターが発生したのは間違いない。でも今は敵のプレッシャーを全く感じない。マハめ、一体どこに行ったんだ。おい、雑音がひどいんだ。もう一度説明してくれ。マハの姿がないってどういうことだ。よくわかりませんよ。とにかくマハはいません。連邦政府の建物はモルケの殻です。分かった。引き続き調べてくれ。了解。マハがいないってどういうことかしら。連邦軍にやられて逃げ出したんですかね。いや、そうじゃないらしい。クーデターを成功させヌーボパリから引き上げたんだ。連邦政府の役人や政治家を引き連れてな。ミシェル、予定変更だ。エアフォースはヌーボパリ市内に入るぞ。了解。薄気味悪いほど静かだな。だが人っ子一人いないなんておかしいな。一般市民は隠れて様子を伺ってるんだろう。見つけ出して事情を聞いてくる。アフランシ、ドハディを頼む。ジョー、気をつけろよ。アフランシ、聞こえるか。あ、メッサ、なんだ。メタトロンの活動家を保護したぞ。何。白人のじいさんだ。ジャック・ブルームって名乗ってる。ジャック・ブルーム。船長、ミランダ、こっちこっち。おう、アフランシ。で、保護したメタトロンの活動家ってのはどこだ。あそこだ。あの議員宿舎の中にいる。そうか、あそこか。いや、驚いたな。あのジャック・ブルームが生きてたなんて。誰なんだ、その人は。俺たちの大先輩さ。なんていうか伝説上の人物だ。この10年ほど消息不明で死んだと思われてた。へえ。でも本物なの？会えばわかるさ。ミランダも顔ぐらい知ってるだろう。ええ。どうぞ。おお、間違いない。やっぱりジャック・ブルームだ。誰だね、君たちは。失礼しました。マザーメタトロンより参りました。マドラス・カリアと申します。おお、メタトロンの地球降下部隊か。はい、ミスター・ブルーム、お会いできて光栄です。紹介させてください。こちらの女性はシャーコンティニューオペレーションの責任者ミランダ・ハウです。おお、よろしくミスター・ブルーム。そしてこちらが我々メタトロンのリーダーアフランシ・シャーです。君がアフランシ・シャーか。アフランシのことご存知なんですか。もちろんだ。シャア・アズナブルが現代に蘇ったと聞いてじっとしていられなくなってな。老骨に鞭打ってここまで来たが運悪くマッハに捕まってしまった。そうか、君がアフランシ・シャーか。思っていた通りの青年だな。ミスター・ブルーム、不勉強なものでお名前は存じませんでした。構わんよ、どうせ私は過去の人間だ。ああ、そうそう、ここの食堂でいいものを見つけた。アルデンヌ地方のシャンパンだ。諸君との出会いを記念して乾杯と行こうじゃないか。フランスには大昔シャンパーニュという州があった。シャンパンはそのシャンパーニュで採れた特産品だったんだ。さあ、みんなグラスを取りたまえ。では諸君の健康とメタトロンの勝利を祈って乾杯。おいおいおい、なんで飲まんのだ。作戦行動中ですので。マドラス君、戦いには常に余裕を持って臨むことだ。そうすれば勝利の女神はこちらに微笑みかけてくれる。私はいただきますわ。
もう少し冷えていれば言うことなしですわね。ミスター・ブルーム。マハは一体どこへ行ったんですか？ご存知なんでしょ？あ、そうか。そいつを知りたくてうずうずしていたんだな、君は。いや、いや、すまん。じらすつもりはなかったんだがね。マハは、バイエルンに行った。バイエルン？マハは、クーデターを成功させた後、地球連邦政府の政治家や官僚どもを連れ出し、バイエルンに移動した。ダーゴル大佐は、バイエルンに新しい連邦の首都を作るつもりなんだ。失礼ですが、なぜマッハはあなたを釈放したのですか？老人など放っといても害はないと思ったのさ。いや、それは冗談だ。アフランシー、ダーゴル大佐は君に伝えたいことがあって私をここに残したんだ。伝えたいこと？それはエバリーのことですか？なんだ、知ってたのか？おい、アフランシー、エバリーのことってなんだ？船長、今まで黙っていてすまなかった。エバリーは香港を出た後、ヨーロッパに来てマハに捕まったらしいんだ。何？本当なのそれ？ウルが僕にそう言った。まさかとは思ったが、やはり本当のことだったんだな。心配することはない。エバリーは客人として大切に扱われている。ダーゴル大佐は紳士だ。その点は私が保証する。ミスター・ブルームはエバリーのことをよくご存知なのですか？ああ、実は私とエバリーは一緒に旅をしてたのさ。彼女とはマルセイユの港で知り合ってな。恋人がメタトロンの活動家だと言っていたが、それがアフランシ・シャーだとはマハに逮捕されるまで知らなかった。そうですか。あなたがエバリーと。あれはいい子だ。ダーゴルはエバリーだけ釈放しなかった。人質にするつもりですか？人質ではない。大佐はエバリーを自分の手元に置いておきたかったんだ。つまり彼女を気に入ったんだな。いや、気に入ったと言っても変な意味じゃない。なんというか、彼女に地球の息吹のようなものを感じるんだろう。彼女の持つたくましい生命力が大佐には眩しいんだ。宇宙育ちの人間にとってエバリーはとても魅力的な存在なのさ。アフランシー、水臭いぞ。なぜエバリーのこと黙ってた？すまない。みんなに迷惑をかけたくなかったんだ。船長、ミランダ、エバリーのことはここだけの話にしてくれ。いや、しかし頼む。クリシュナのこともある。これ以上みんなにショックを与えたくないんだ。エバリーは強い子だ。マハがどうなろうと彼女は生き残る。アフランシー、安心したまえ。ありがとう、ミスター・ブルーム。クリシュナ、起きてたのか？ずいぶん早起きだな。おはよう。逃げ出すつもりだったのか？バカね。こんな人里離れた場所でどこに逃げるっていうの？クリシュナ、ウル。恋人同士はこうやって抱き合いながら朝の口づけを交わすもんじゃないのか？あなたいつも強引なのね。昨べのことは俺は一生忘れないだろうな。そんな言い方やめて。クリシュナ、君は美しかった。やはり君は俺の幸運の女神だ。違うわ。私はただの女よ。クリシュナ、君がまだ俺に心を許していないことは分かっている。だが必ず君の心を掴んでみせる。ブロンテクスターのサイコミシステムは封印したよ。え？約束は守る。
もうサイコミは使わない。君は俺のことを心配してくれた。あの時の君の言葉を信じている。ウル、私たちこんな形で出会うべきじゃなかったのよ。クリシュナ。朝っぱらから血上げんかかい。エイラ。感心しないね。捕虜と寝るなんてさ。構うもんか。彼女はもうメタトロンじゃない。サイコミュシステムを封印したって整備兵から聞いたけど。ああ、もう使わない。あんたがバカなことをやめてくれて嬉しいけどさ、例のニュータイプまだ生きてんだろ。今度戦う時はちょっとばかり覚悟が必要だね。だからレイラの助けが必要なんだ。よろしく頼む。捕虜の女を人質に使うんじゃないの？冗談言うな。彼女は大切な人だ。ウル、相当のぼせ上がってるね。いつか足元救われるよ。女一人ぐらい自由にできなくてどうする。嫌な男だね、ウル。ウリアン少尉。どうした？偵察部隊より緊急連絡です。メタトロン地上部隊が本日未明ヌーボパリに奇襲攻撃を仕掛けました。おお。奴ら面食らったろうね、ウル。奇襲攻撃が空振りに終わったんじゃん。だがそれで終わりじゃない。そうだろレイラ。うん。向こうが奇襲攻撃で来るならこっちもそれに習わなきゃ。メタトロンがヌーボパリに。アフランシシャーの死に場所が決まったな。ねえ、見ろよ。あれ凱旋門だぜ。あっちに見えるのはエッフェル塔だろう。パリがコロニー落としで壊滅してからこの場所にパリを建て直した。その時に歴史的建造物も全て復元したって話だ。はあ。ほら、この建物のレンガプラスチック製だよ。強化プラスチックさ。300年経っても材質が変わらないってやつだ。なんだそれじゃあスペースコロニーの建物と同じじゃないか。ヨーロッパっていうのはな、人間が電波を耕し出してから森の伐採と植林を繰り返してきたんだ。自然のままの森なんか残っちゃいないのさ。本当にスペースコロニーと同じだね。昔の人間は好き勝手に地球の自然を作り変えてきたんだ。自分たちのテクノロジーに自信がありすぎたのさ。そのおかげで地球は取り返しのつかないほど汚染されちまった。難しいことはよくわかんないけど、今人間が地球に住むのはやばいんだろ。ああ、地球逆移民なんてしてみろ。歯止めがかからなくなって地球の人口はどんどん増える。そうなったら地球はもうおしまいだな。ケラン、あんたずいぶんいろんなこと知ってんだな。大したもんだ。本当感心しちゃうよ。褒めるなよ。全部マドラス船長の受け売りさ。なんだそんなことだろうと思ったぜ。俺ガキの頃から手のつけられない不良でな、ロクスポ学校なんか行っちゃいないのさ。なんでお前もチンピラだったのか。チンピラでもこれだけ立派になれるっていう見本だ。お前たちも俺を見習って頑張れよ。よく言うぜ。本当。おいケラン、例の活動家本物だぞ。やっぱりジャック・ブルームなのか。あのじいさんか。一体何者だ。お前に言っても分からねえよ。すげえな。サインでももらいたい気分だ。そんなに有名人なのか。そりゃ有名さ。シャーズナブルほどじゃないけどな。おいお前ら何やってんだ。作戦行動中だぞ。おいジョー聞いたか。ジャック・ブルームが生きてたんだぞ。それがどうした。ミシェル、あんた俺たちの上官だろ。こんな時にきちっと注意するのが上官の役目じゃないのか。いやすまん。気をつけてくれよ。みんな早く持ち場に戻るんだ。おお、怖っ。何さあの態度。メッサー、ジョーはな、本当はお前に謝りたいんだ。クリシュナのことでいろいろお前に辛く当たったからな。クリシュナのことは俺が悪かったんだ。ジョーを茶化しちまった。謝るのは俺の方さ。ジョーはクリシュナに惚れてたのかい。さあどうかな。相手がいなくなってから初めて自分の気持ちに気づくってこともあるだろう。ジョー辛いだろうね。おー、これがエアフォースのメインブリッジか。
今回の作戦でエアフォースは全部で3機地球に降りましたが、今残っているのはこの1機だけです。マザーメタトロンは援軍をよこさないのか？何度も要請したんですが、いや向こうもいろいろ事情があるらしく。マザーメタトロンの責任者は誰だ？アザリア・パリッシュ提督ですが。パリッシュが提督をご存知なんですか？まあな。ミスターブルーム、ガイアギアをマンマシンデッキに搬入しました。どうぞご案内します。ああ、すまんな。メタトロンの起こる新型マンマシン見せてもらおう。こう見えても私は昔パイロットだったんだ。マンマシンではないぞ、モビルスーツだ。モビルスーツですか。歴史を感じますな、ミスターブルーム。そのミスターブルームという言い方はやめてくれんか。他人行儀でいかん。では何とお呼びしたら？ジャックで構わん。いやしかしエバリーは私のことをジャック爺さんと呼んでいた。そう呼ばれるたびに私は彼女のほっぺたをつねってやったもんだ。そしたらようやく彼女はジャックと呼んでくれるようになった。君たちもほっぺたをつねられたくないだろう。わかりました。ではジャック、マンマシンデッキにどうぞ。アフランシー、どうした？このプレッシャーは感じるぞ。ウルだ。何？ウルがここに来る。オートチェッククリア。メインエンジン臨界。間違いない。これはウルのプレッシャーだ。来たなウル。ガイアギア出るぞ。ミシェル、索敵状況はどうだ？レーダーに異常はありません。マドラス船長、アフランシはどうしたんだ？敵が近づいてくる気配を感じたんです。それはニュータイプの能力なのか？そうです。船長、ガイアギアが飛び出していったけど何があったの？ウルが近くまで来てるらしい。アフランシには分かるんだ。ジョーのドハディも発進しました。おお、早いな。警戒警報鳴らせ。第一戦闘配備に移行するぞ。敵襲か。マハの奴ら戻ってきやがったな。いや、多分別部隊だ。俺たちは叩くつもりなんだ。ウルってやつが来るの？多分な。ウルメ、落とし前つけてやるぜ。南南西より熱源急速接近。マンマシンです。機数約10機。来たか。アフランシの言った通りね。さすがシャアの再来だ。ウル、ガイアギアを叩いたんだろ？出てくるかな、例のニュータイプ。ガイアギアは分からんが、アフランシュは旧式のマンマシンに乗ってでも出てくるはずだ。ってことは叩くのも簡単だね。そういうことだ。来たなメタトロンめ。前期ヌーボパリに突入する。直したのか。やるねニュータイプ。アフランシめ、前期3回しろ。予定通り市内に降下する。
妙だな。ウルのプレッシャーが弱い。ウルはサイコミシステムを使っていないのか。アフランシ、フロンテクスターがヌーゴパリ市内に降りたぞ。俺は回り込んで背後から攻撃する。ジョー、一機だけでは危険だ。ジョー。おいアフランシ、俺たちも降りよう。このままじゃ下から狙い撃ちされちまう。分かった。メッサーとレイを頼む。了解。おかしい。ウルは短い時間で勝負を決めるはずじゃないのか。なぜ市内に降りたんだ。ファンネルを使うつもりなら障害物のない空中の方が有利なはずだ。ミノフスキー粒子が熱いな。味方の識別信号が分かりづらい。味方を撃たないように注意しなければ。そこか。逃げられた。ダメだ、建物が邪魔になる。ブロンテクスターの動きが鈍いな。サイコミに頼らなければこんなものか。だが街中ではアフランシも素早い動きはできないはず。ニュータイプなどにやられはしないぞ。ミシェル、戦況はどうだ。敵味方ともマンマシンはヌーボーパリ市内に降りてる模様です。市街地で戦うっていうのか。まずいな。船長、何がまずいの。消耗戦になる恐れがある。数の少ないこっちが不利だ。空中で戦えばガイアギアのファンネルも生きるんだが。大丈夫、アフランシならやってくれるわ。ミスターブルーム、ジャックと呼べ。はい、ジャック。エアフォースが撃沈される場合もあります。覚悟だけはしていてください。気にするな。覚悟なら60年前からしている。私は死ぬまでメタトロンの活動家だ。その言葉何よりも勇気づけられます。対空砲火用意。バリアはいつでも張れるようにしとけ。後ろ注意してろよ。分かってる。派手な空中戦やるって思ってたのにじらってな。これじゃまるでかくれんぼだぜ。市街地での戦い方は戦闘マニュアルに書いてあったよ。なんだね、お前勉強してたんだな。一夜漬けだけどね。でどう戦うんだ。簡単さ。マンマシン同士で取っ組み合いをするのさ。取っ組み合いか。そりゃいい、得意だぜ。デスだ、ブロンテクスターだ。ウルか。なせウルメ。ウルっていうのは有名人なんだね。何？私はレイラ・セイバーだ。覚えてな。レイ、離れろ。ビームライフルが使えねえ。レッサービームサーベルでコックピットを口出しにしてやる。レイ、バルカン砲使え。そうか。そんなヘナチョコ玉に当たるもんか。逃げやがった。あの女覚えてろよ。レイ、大丈夫か。右腕の駆動器をやられたらしい。ビームライフルの引き金が引けなくなっちまった。エアフォースに引き上げろ。ビームライフルを左手に持ち帰ればまだ戦えるよ。無理だ、戻れ。嫌だね。私だってウルってやつに落とし前つけたいんだ。分かった。レイ、俺たちは死ぬまで一緒だぞ。かっこいいじゃん、ベッサ。ジョー、聞こえるか。ジョー、どこ行っちまったんだ。ちょっと離れると無線が全然効かないぜ。テナン、ダメなのか。ミノフスキー粒子が熱すぎるんだ。ジョーはクリシュナのことでだいぶカッカ来てる。心配だ。分かった。ジョーは僕が探す。
ああ、こんな時頼れるのはお前のサイコミだけだ。無茶するんじゃねえぞ。ダメだ。センサーもレーダーも役に立たない。機械は当てにならないな。こうなったらカメラアイだけが頼りだ。ウリアン、奴は来てるはず。どこだ？どこにいる？何？どこを見ていた？ドハディのパイロット、簡単に後ろを取らせるとはな。貴様、ウリアンか？俺のことを知ってるのか？お前は誰だ？クリシュナをどうした？何？クリシュナは無事なのか？彼女は元気だ。マハのメンバーとして活躍している。なんだと？クリシュナはマハに寝返り、俺の女になったのさ。いい加減なことを言うな。しろ！モニターが半分消えた。カメラアイをやられたな。動けないのか？ジョー、逃げろ！アフラッシュ！ガイアギアだと。俺は負けんぞ。アフラッシュ！クリシュナはどこだ？クリシュナは永遠に貴様のところには戻らん。もう忘れろ。何？クリシュナは俺と寝たんだ。俺の女なんだよ。いい加減なことを。クリシュナを返せ！ジョー、やめろ！魔をするな！ジョー！ガイアギアから離れて。私が奴のコックピットを撃ち抜いてやる。構うなレイラ。ガイアギアは俺に任せて、そのドハディにとどめを刺せ。ドハディ？分かった。ジョー、逃げろ！とどめだ！やらせるか。ファンネル発射！ファンネルだと？ガイアギアがファンネルを積んでいたというのか。レイラ、逃げろ！何？ファンネル、ヒット！レイラ！レイラがやられた。クリシュナ、俺は君との約束を破る。サイコミシステムを使いアフランシを倒す。サイコミシステムレベル5、スイッチオン。このプレッシャー、見るね。サイコミシステムを使ってるな。ファンネルを使う気か。ファンネル、行け！させるか。ファンネル、ヒット！
危ないし。ジョーはどうした？ケランか、ジョーを助けてやってくれ。ドハディは動けないんだ。分かった。メッサ、ドハディを救助する。了解。ウル、クリシュナに何をした？俺はクリシュナに愛を与えただけだ。クリシュナは寂しかったんだ。小さな頃から愛に飢えていた。それをお前は知っていたか？お前はクリシュナに何をしてやった？彼女の心を満たしてやろうとしたことがあるのか？彼女は僕たちの仲間だ。一つの目的のためにつながっている。スペースコロニーを変革し、地球を環境汚染から救う。そんなきれい事を言っているから人の心の中が見えなくなるんだ。クリシュナ、クリシュナ、ジョー、大丈夫か？クリシュナ。おい、ジョー。聞いてるのかい、ジョー。クリシュナの心を手に入れたんだ。もうクリシュナはメタトロンではない、マハの一員だ。お前たちの敵になったんだ。聞いたのか？クリシュナは俺のものだ。嘘だー！ジョー、何する気だ？やめろ！嘘だ！嘘だ！ドハディ、まだ動けるのか？ならばファンネルで倒す。ジョー、下がれ！ジョー、やめろ！俺は引っ込んでる！どけ！ヒット！ケラン！ケランが死んだ。アフランシ、今度はお前の番だ。貴様！ファンネルヒット！バカな。ファンネル同士が打ち消し合って消滅するとは。ここまでだ。俺は死なんぞ。クリシュナのためにも。ブロンテクスター、飛んでくれ！ウルのサイコンに勝った。だが俺のせいだ。俺のせいでケランが死んだ。ケラン・ミード。友達さえ遠く見える、そんな時も負けないでね、壊れそうな寂しさに心の弱さも優しさ